こんにちは、しょうこです。毎週様々なホテルで過ごすアラサー OL です。今回は番外編です。それではどうぞ。早速ですが、皆さんは寿司は手で食べる派ですか？箸で食べる派ですか？先日機会があって完全会員制の寿司理覚で本格的な江戸前寿司を堪能してきました。入会金が11万円、月額会費が3万5千円だそうです。こちらの会員になると毎月一度無料のお食事が楽しめるそうです。また月曜と日曜には不定期で会員限定の特別イベントも開催されるそうです。なんだかすごい世界ですよね。寿司理覚に訪れる機会を得た方々の予習や会員制のお店に興味がある方々にとって参考動画になれば幸いです。メニューは全19品のスペシャルコースになっています。飲み物は別料金になっていて、私たちは日本酒からスタートしました。選んだのはまろやかな味わいが特徴的な和歌山県のキット。利き酒師の知り合いが特に冬の季節にぴったりとおっしゃっていて、毎年この時期になると飲みたくなります。最初に提供されるのは一品料理が5種類です。どれもこの時期美味しいとされる食材ばかりでした。一品目が焼き白子と下仁田ネギのすり流し。香ばしく焼き上げたクリーミーな白子と甘さが際立つ下仁田ネギが合わさり、贅沢な味わいでした。寒い冬の夜にぴったりな一品です。こちら2品目はフグのお作りになります。本日は大分県豊後水道の天然トラフグになります。上にあん肝のペーストが入っておりますので、あえて召し上がってください。淡白ながらも奥深い味わいが特徴のお作りでした。こちらね、あん肝の有馬煮。私自身肝特有の香りが苦手であんまりあん肝好きじゃなかったんですけれども、寿司理覚のあん肝はその香りがなくとても美味しくいただけました。有馬山椒の爽やかな風味が絶妙なバランスです。そして寿司といえばガリといえば薄くスライスしたものを思い浮かべるのは私だけではないと思うんですけれども、寿司理覚のガリはなんと塊で出てきました。塊なのにとっても食べやすくって、その美味しさにおかわりしちゃうほどでした。新庄を使ったお椀になります。新庄が大好きな私です。食べる前から絶対に好きだって確信してたんですけれども、その期待を裏切らない美味しさでした。濃厚な毛ガニの旨味が詰まった新庄と上品な出汁の香りがマッチして最高の一品でした。寿司っていう漢字2種類あるかと思うんですけれども、この違い分かりますか？この動画を作っていて気になったので調べてみました。諸説あるようですが、よく見るこちらの寿司は寿司料理の総称で、魚辺にうまいの寿司は特にうまい寿司を強調する意味で使われることが多いようです。こちらは島味の棒寿司です。島味の表面が炙られていて香ばしい香りがしました。新鮮な島味の甘みと程よい酢飯のバランスが絶妙で、口の中で広がる風味がたまりません。ここまでが一品料理みたいです。ここから寿司が全12貫出てきます。冒頭映していたメニューにある魚マーク、気がつきましたか？魚のマークは実はマグロを示しているそうです。可愛らしいですよね。ここで最初の問いに戻ります。皆さんは寿司を手で食べる派ですか？それとも箸で食べる派ですか？普段は箸で食べる派の私なんですけれども、今回はなんとなく手で食べてみました。まずはマグロです。巻物で出てきました。この海苔がまず美味しかったです。そして新鮮なマグロの旨味が続く、そんな味わいでした。こちらはイワシです。ふわっと広がる脂と濃厚な旨味が最高でした。シャリとの相性もバッチリで、口の中でイワシがとろけました。続いてスミイカ。新鮮なスミイカの甘みと柔らかさに感動しました。噛むほどに旨味が増すってこれだなって思いました。大人になってからイカを好きになったんですけれども、さらに好きになりそうです。続いてフグですね。フグの握りを食べたのは初めてです。冒頭に出てきたお作りとはまた異なる味わいで、フグの旨味がギュッと詰まっていました。こちらがサワラです。この時期は寒サワラですね。骨を一本一本丁寧に取り除いているとのことです。骨が多い魚なので、その手間結構相当なものだろうなって思いました。これまでいただいたサワラの中で一番美味しかったように思います。ここで白ぶどうジュースを頼んでみました。隣のお姉さんが飲んでいて気になり注文しました。フレッシュで爽やかな甘みが口いっぱいに広がる、そんなジュースでした。続いて小肌です。しっとりとした食感とほのかに感じる魚の脂が甘さを引き立ててくれます。ツヤすごくないですか？美しい見た目とともに味わうことができました。続いてまた魚マークの漬けマグロです。
しっかりと味が染み込んだ漬けマグロになっています。濃厚ながらもすごく上品な味わいでした。こちらは赤貝です。お寿司屋さんで貝頼むとよくパンって叩くことありませんか？これは貝の筋肉をほぐして柔らかくするためだそうです。その結果食感が良くなって風味がさらに引き立つらしいです。独特の歯ごたえと風味が際立っていて、海の香りが口いっぱいに広がる赤貝でした。車エビです。生の車エビを目の前の茶釜で茹でてくれます。プリプリとした食感がたまりませんでした。茹で上がりたての贅沢な握りで、その新鮮さと旨味がすごかったです。次は器が来まして、こちらはイクラでした。このイクラなんと茹でているそうです。とろっとした新食感のイクラでした。でもちょっと正直なこと言うと、私は茹でないプチプチのイクラの方が好きです。まあ好みは人それぞれありますよね。そして見てください、ウニです。これでもかと乗せてくれる贅沢なウニです。臭み全くなくってクリーミーで濃厚な味わいでした。贅沢なひとときですね。ここで炭酸水頼んでますね。炭水化物取るとお酒全然飲めなくなるタイプなんですよ。こちらはアナゴです。塩とタレ両方を提供してくれます。ふっくらとした食感で口の中でほろっとほぐれます。塩はアナゴの自然な甘みを引き立ててくれていて、タレは香ばしさが絶妙に絡み合っていました。締めに入ってきましたお椀です。出汁の効いた味噌汁でした。優しい風味が心地よく体に染み渡るような一杯です。ラストデザートです。紅マドンナというみかんでした。上品な甘さと爽やかな香りがとっても美味しかったです。一緒に出してくださったお茶もとっても美味しいです。東京都内にある寿司の名店で修行を積んだ大将が握る江戸前寿司を楽しむことができました。素材は豊洲市場から直送で届けられているそうです。また食材だけでなくオーダーメイドで作成した丸焼きを中心としたこだわりの器で提供してくれます。ちなみに手で食べてみた感想なんですけれども、シャリの食感も感じられて結構いいなって思いました。あと口に入れた瞬間にほどけるような握り方なので、掴む力が分かりやすい、手で食べる方が食べやすいのかもなとも思いました。ただですね、やっぱ食べ終わった後の手はなかなかの魚臭でした。こちら最後にドリンクメニューも紹介しておきます。ホテルでの滞在期以外にも旅行風景や美味しいご飯などもお届けしていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴くださりありがとうございました。